はい、こんにちは、梅野です。本日はパーギアさんの 25mm の単焦点レンズをレビューしていきたいと思います。はい、今回パーギアさんからレンズのご提供いただきまして 25mm の F1.7 という単焦点レンズを頂戴しております。で今回はこのレンズのレビューをしていきたいと思います。でこのレンズはマニュアルフォーカスのレンズになってますので、前の部分でピントを合わせて後ろのダイヤルで F 値を変えて撮るようなレンズになっています。でレンズの径はかなりちっちゃくてコンパクトなレンズになっています。重量も確か 165g ぐらいしかなかったと思いますので、非常に軽いレンズになってます。で販売価格も公式サイトで見ると8900円ぐらいになってますので、非常に安くて、カメラを始めたばっかりの方でも購入しやすいレンズじゃないかなと思います。でレンズはちっちゃくて、レンズ構成が確か5分の7枚になってますので、非常にシンプルなレンズの設計になっていると思います。APS-C 用のレンズなので、換算すると 37.5mm のレンズで使えると思いますので、スナップ写真とかポートレート、風景写真とか、いろんな部分で活躍するレンズかと思います。F1.7 っていう明るさがありますので、ちょっとどんな写りをするのか今から試していきましょう。で本日はここの芍薬畑に来てますので、この芍薬をパーギアの 25mm1.7 のレンズで撮っていきましょう。はい、まず1枚目はこのレンズが開放 F 値 1.7 ですので、37.5mm の 1.7 で、どれぐらいボケ感を出せるのか開放 F 値で撮っていきましょう。で撮っていくお花がここのお花を撮っていきます。で上から撮ってしまうと、ちょっと面白くない絵になってしまいますし、ボケ感の感じが分かりませんので、こっち側を背景にして撮っていきます。でぐっと下がってきまして、でここのお花と、でこのちょっと見えにくいかな、ぴょろっと伸びたまだつぼみのやつがありますので、これをローアングルに構えて、で背景を抜けるように配置していきます。そうすることでこの浮き立つような感じを出せるのと、このレンズのボケ感っていうのも分かりますので、ここを撮っていきましょう。でピントはお花の手前の方に合わせまして、でこのピンクのお花は3分割の左下の交差点に配置して撮っていきます。そうすることで、緑に囲まれてて一点ピンクですので、明確で分かりやすく3分割構図でバランスもいい写真になると思いますので、ここを開放 F1.7 で撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。F 値は開放の 1.7 に設定して撮っていきます。で本日が、雨になってまして、今も雨が降ってるんですけど暗いですので、ISO感度は一応オートに設定しています。ただ 1.7 になるとかなり明るいので、ISO感度上げなくてもシャッタースピードは640分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は芍薬のお花の下の方の花びらにピントを合わせていますので、F 値 1.7 に設定したことで背景はかなりよくボケてくれているんじゃないかなと思います。広角に属するレンズなので、そこまでボケないかなと思ったんですけれども、結構綺麗なグラデーションでボケてくれているんじゃないかなと思います。で芍薬のお花自体は、3分割の左下の交差点に配置してますので、全体のバランスも良くて、緑の中に、こう一点のピンクがあるような感じで配置も色も良かったと思います。で、パソコンで見てみないとわからないんですけども、カメラのモニターで見る感じやと結構クラシックな写りをするレンズかなと思います。ちょっとあっさりめの色味で写ってまして、ちょっとレトロ感のある描写なので、最近の
色はっきりしててコントラストも良くて解像度バキバキの写真とは違ってちょっとフィルムライクな写りをしてくれると思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの白い芍薬を撮っていきましょう。で次は、レンズの一番美味しいところを使って撮っていきたいと思います。このレンズが開放 1.7 のレンズになりますので、1段から2段ぐらい絞ったところが、一番レンズの画質がよく撮れるところになりますので 2.8 から4の間ぐらいで絞って撮ることで一番画質がいい状態で撮ることができます。なので今回は F4 に設定してここの芍薬を撮っていきます。で今ですね雨降ってますので水滴がついて綺麗ですのでその水滴のところにピントを合わせて撮っていきたいと思います。で背景はこの、草がありまして他も地面になってますので、できるだけカメラを近づけてで、マニュアルのレンズなのでなんか普段使っているハイライト重点速光が使えなかったんですけれども、露出を下げて撮ることでこの白さを白飛びさせずに他のところを暗くしてこの白と淡いピンクのグラデーションをメインに撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は4に設定して撮っていきます。この場合でシャッタースピードが320分の1秒出てますので ISO&100 で OK です。でレンズのマニュアルだからなのか知らないんですけど速攻モード変えれなかったのでここは露出をマイナス 1.0 に設定しまして、芍薬の白飛びを抑えつつ他のところを暗くして撮っていきたいと思います。で速攻モードは基本の、マルチパターン速攻になってますのでこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は芍薬の左側の水滴がついているところにピントを合わせて撮ってみました。F 値4にして、一番解像感の出る状態で撮ってみたんですけれども拡大してみてもかなり改造はしてくれてまして8900円のレンズとは思えないぐらいの写りをしているんじゃないかなと思います。もちろん最近のレンズに見慣れている方からすると、ちょっと眠いような印象があるんじゃないかなと思うんですけれども、価格から見るとかなりコストパフォーマンスの高いレンズかなと思います。で露出をマイナス 1.0 まで下げて撮りましたので他の緑のところは暗くなってましてで芍薬のところは白いところと淡いピンクのところとそういう細かいグラデーションがしっかり出てるんじゃないかなと思います。で露出を下げて撮ることで他を真っ暗にしたことで、撮りたかったのがこの芍薬の色のグラデーションですので、それをはっきりさせることができた写真になったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここを撮っていきましょう。1枚目に撮った時に、結構レトロな写りをしましたので、そういう感じを狙って撮っていきたいと思います。でこの芍薬が結構背の高いやつなんですけれども後期に撮るとちょっと背景がうるさいかなと思いましたのでハイアングルから構えまして写真の下側を緑の葉っぱにしまして上の部分にちょっと濃いピンクの芍薬の花を配置して撮っていきます。で F 値を 2.8 に設定してここにピントを合わせることで下の葉っぱはちょっと色の要素みたいにしまして下からこう上にかけてグラデーションでピントが合っているような状態になりますのでここの花が浮き立って見えるような感じになると思います。でさっきの感じで撮れてくれたらここの色味とかもちょっとクラシックな色味になっていい感じになってくれるんじゃないかなと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは F 値 2.8 設定して撮っていきます。シャッタースピードは500分の1秒出てますので ISO&100 で OK です。で露出はちょっと下のところを暗くしたいのでマイナス 0.3 に設定してマルチパターン速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図を使いまして写真の下側の方に緑の葉っぱを配置して写真の上のところにピンクの芍薬のお花を配置して撮ってみました。
でピントの位置は芍薬の一番上の花びらのところに合わせてますので、そこからグラデーションでボケていくような写真になっています。で F 値 2.8 に設定しましたので、葉っぱのところがボケているんですけれども、葉っぱということが分かるぐらいにボケてくれてますので、上の芍薬の花が浮き立つような写真になったんじゃないかなと思います。で描写としてはやっぱりちょっとレトロな描写になってまして、緑が褪せたような色味で写ってくれてますので、こういう描写が好きな人にはちょうどいい写真になります。いちいちレタッチする必要がないので、ちょっとフィルムっぽい写真が好きだという方にはかなり向いているんじゃないかなと思います。はい、次はここのお花を撮っていきましょう。今雨がちょっと激しくなってきまして、さっきより花びらに水滴がたくさんつきましたので、そこを撮っていきたいと思います。でお花撮るときは基本的にこのめしべおしべのところ、そこにピント合わすのが、一応基本みたいになってるんですけれども、今回はこの周りについている花びらの水滴も撮っていきたいので、F 値を8に設定して、ここと花びらと両方ピントが合うように撮っていきます。この芍薬は綺麗に円形になってくれていますので、シンプルにハイアングルから構えて、で露出をちょっと落として、これが白飛びしないようにしつつ、背景を暗くすることによってこの円形を強調して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値8に設定して、めしべおしべのところと花びらと両方ピントが合うように設定してみました。でこの場合でもシャッタースピード50分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で露出いろいろ試してみたんですけども、プラマイ0でも白飛びしませんでしたので、ここは露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントはど真ん中の、黄色い部分、めしべおしべのところにピントを合わせて撮っています。F 値8に設定したことで、ちょっとそこよりも背の高い白い花びらの周りにもピントが合ってくれています。で露出はそんなに下げなくても白飛びしませんでしたので、背景の葉っぱの緑とかが残りつつ撮ることができました。で構図はもうシンプルに、日の丸構造を使いまして、背景と白い花びらの色の対比でよりこの円形っていうのが分かりやすくなっているかと思います。で F 値8に設定してみて拡大してみても結構解像感はいいんじゃないかなと思います。花びらについている水滴の感じもしっかり表現してくれてますので、狙ったような写真が撮れたと思います。はい、次は前ボケを使って撮っていきましょう。ここのお花を前ボケに使って背景にある白いお花にピント合わせて撮っていきます。で 37.5 ミリぐらいなので、横で撮ってしまうと、通路が入ったりとか何にもない空間とかが入ってしまったりしますので、ここは縦構図で切り取って撮っていきます。でこうぐっと近づいて、これを前ボケにしつつこういう感じで撮っていきます。なので、ここの芍薬があって、で背景の山が若干なだらかに三角っぽくなってますので、そこにピント合わせる芍薬を配置して撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値 1.7 の開放 F 値に設定して前ボケを作って撮っていきます。その場合でシャッタースピードが200分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図を使いまして、手前のところに白い芍薬を配置して撮ったことで前ボケとして使っています。奥の芍薬にピントを合わせていまして、その背景の山のところがなだらかに三角形になってますので、芍薬を強調してくれるような配置になったんじゃないかなと思います。で広角でボケにくいんですけれども、F 値を下げることで手前の芍薬はもう色の要素として使えるぐらいにしっかりボケてくれていると思います。そのおかげでこの芍薬から入ってきているような感じでピント合わせたメインの芍薬を取ることができました。
はい、本日はこのパーギア 25mm の 1.7 のレンズを実際に使ってみてのレビュー動画になっておりました。で実際使ってみてですね、8900円ぐらいのレンズとは思えないぐらいの描写になっておりまして、またこういうちっちゃいカメラと合わせることで非常にコンパクトで軽いですので、撮影が軽快に行えるっていうのがメリットかなと思いました。で解像感もしっかりしているんですけれども、一つ、癖があるというか、ちょっとレトロっぽい描写になってくるのと、ブラックミストフィルターみたいに若干こう霞むような描写になりますので、そこは好みが分かれるところだと思うんですけれども、最近はこういうフィルムライクな描写が流行っていますので、そういうのをデジタルカメラで再現したいって方にはちょうどいい、いちいちレタッチしなくてもそういう感じの描写になりますので、ちょうどいいレンズなんじゃないかなと思います。で、今回はそこそこ撮ったんですけれども、また他の作例ですね、今日は曇り空だったんでいまいちなお天気だったんですけれども、また晴れた日とかにも使ってみると思いますので、動画で上げるのかブログで上げるのかはわからないんですけれども、他にも作例を載せたいと思っています。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。